私は都内のある貿易会社に勤めています。直美と申します。この会社に勤めて、やっと1年が経った頃のお話です。私はある晩、恐ろしい夢を見ました。その夢の中で、私は自分の車を運転しており、前方に突然、大型トラックがセンターラインを越えて現れました。そして私の車に衝突し、大きな事故になりました。私もハンドルとシートに挟まれ、意識を失っていくという内容でした。夢はあまりにもリアルで、ぶつかった衝撃と、痛みを実際に感じるほどでした。その夢を見た後、私は目を覚まし、たくさんの冷や汗をかいていました。最初は嫌な夢を見たなと思っただけですが、夢の内容をあまりにもはっきりと覚えていたため、少し不安に感じていました。その数日後も、同じ夢を何度も繰り返し見るようになり、さらに不安が募っていきました。夢の中で見た景色はいつも私が会社へ向かう通勤ルートで、さすがに恐怖を感じながら、毎日通勤するのもストレスがたまり、仕事に集中できなくなる日々が続きました。そして、私は少し考えて、時間はかかるのですが、車をやめて、電車で通勤することにしました。それから、あの夢は見なくなり、少し心に余裕ができてきました。そして、数ヶ月が経った頃、友人の誘いで車を出すことになったのですが、ちょうど、あの通勤ルートを通ることになって、忘れかけていた夢を思い出していました。車の運転をできるだけ控えていた私も、せっかく誘われたことだしと、軽い気持ちがありました。それでも、慎重に運転をしながら進んでいくと、夢で見た風景に差し掛かりました。不安に思っていたその時です。前方から大型トラックが現れました。私の心臓は激しく鼓動し始めました。これは夢で見た光景だ、と思い、恐怖に駆られました。そして、とっさの判断で車を急停止させました。トラックはこちらに気づいてくれましたが、急に止まったせいで、ぶつかりそうになりながら、なんとか回避してくれました。それでも、車を止めていなければ、今頃は夢と同じ目に遭っていたかもと、恐怖で少しの間、動けませんでした。しかし、あの夢での事故は回避できたんだと胸をなで下ろし、最悪の未来を変えることができたことに、私は安堵の息をつきました。その後、友達に体調が悪くなったと連絡をし、誘いを断りました。そして、そのまま震える手でハンドルを握りしめ、ゆっくりと安全運転で、家に戻ることができました。家に戻った私は、家族に初めて夢のことを話し、事故が回避できたことを伝えました。家族は驚きとともに私の無事を喜んでくれました。しかし、私は何か引っかかりを感じていました。その夜、私は再び夢を見ました。それは事故の夢ではないのですが、とても奇妙な夢で、自分の葬式を遠くから見ている夢でした。友達や会社の人が参列していて、遺影には微笑む私の顔が映っており、家族や友人たちが涙して悲しみに暮れていました。私はここにいるのに、と夢の中で叫びましたが、誰も私の声を聞くことはありませんでした。そして、朝、目が覚めた私は、夢のことを考えすぎだと割り切ることにしました。そして、いつものようにリビングへ行くと、母親の元気のない姿が見えました。私が行くと、皆が驚いた様子で、どうしたのと私が尋ねると、母親が震える声で答えました。あなた、昨日、事故にあって、と言葉を詰まらせて、涙を流しました。私が変だなと、昨日のことを考えようとした時、床に血のようなものがポタポタと落ちていることに気づきました。あれ、おかしい、と思った時、ふらっと意識がなくなってしまいました。気がつくと私は、壊れた車の中にいました。あの時、事故は回避したと思っていたけど、実際には夢の通り事故に遭い、今まさに事故現場にいるのだと分かりました。私は大怪我で混乱していましたが、救助され病院に運ばれました。病院で処置を受けている最中、夢なのか現実なのか分からなくなっていました。ふと葬儀の夢が頭の中をよぎりましたが、なんとか一命を取り留めることができました。そして半年後、退院することができました。今では通常の生活に戻って、あの夢も見なくなりました。そして、今日は仕事の復帰で会社へ向かってる最中です。今思えば、あの夢は予知夢ではなかったのかもしれないと、通勤ルートを通りながら思いました。そして、
夢で見た場所に差し掛かった頃、向こうからセンターラインに越えて黄色いトラックが現れ、私の車とぶつかる数センチまで来ました。その時、時間が止まったように感じました。そして、記憶が蘇り、理解しました。私が何度も見た予知夢は、きっと、これだったんだと。予知夢の未来のお話、どうでしたか？世の中には不思議なことがたくさんあります。このチャンネルではいろんなミステリーを紹介していきますので、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。